はい、皆さん、こんにちは。モノルです。いつもご視聴ありがとうございます。モンハンワイルズのオープンベータテストですね。皆さん、プレイしたでしょうか。ついに、今月末ですね、発売が迫っていて、もうワクワクしてるんですけど、かなりね、オープンベータテストも楽しかったですね。まだね、2回目っていうことで、今週末、オープンベータテストね、あるので、それに向けてね、ぜひ、揃えてほしい、コントローラーっていうのをですね、今回は、ランキング形式でご紹介していきたいと思います。今回ですね、オープンベータテストを通してですね、すべての武器種を試してきました。で、どういうコントローラーがモンハンワイルズに一番合っているのかっていうところをね、調べてきたのでですね、その辺のお話をしながら、コントローラーをご紹介していきたいと思います。だいぶ FPS ゲームとはやっぱりね、コントローラーに求める性能っていうのは違うゲームだなっていうのがね、分かりました。今回ランキング形式っていうことなんですが、全部で9台ご紹介しますが、全てね、それぞれにいいところがあったりするので、ご自分に合ったね、コントローラー選びの参考にしてくださったら嬉しいです。はい、それでですね、モンハンワイルズに向いたコントローラーの選び方っていうのをまず解説していきたいと思います。まずは持ち心地ですね。やっぱりできるだけコンパクトなコントローラーの方が持ちやすくてですね、使いやすいっていうところで、特にモンハンワイルズはね、結構長時間プレイすることになると思うので、このね、デュアルセンスエッジみたいな大きめのコントローラーよりも、こういうね、コンパクトな、これ Xbox の純正コントローラーですけど、こういうコンパクトなコントローラーの方が持ちやすくてプレイしていて快適かなとは思います。次にボタンの押し心地っていうところですね。こういうね、純正のコントローラーだいたいメンブレンっていうよくあるタイプのボタンになってますが、最近のコントローラーはね、マイクロスイッチっていうマウスクリックのような、押し心地のボタンっていうのもだいぶね、採用されていてですね、押し心地だいぶ良くなってます。またね、トリガーストップ機能っていうのが搭載されているコントローラーっていうのがすごくおすすめですね。ここね、普通のトリガー状態、アナログトリガーからですね、トリガーストップを入れると、ものによってはこうやってボタンに変わってね、マイクロスイッチボタンに変わるような製品っていうのもありますし、普通にね、デュアルセンスエッジなんかはそうですが、アナログトリガーのストロークが短くなるっていうね、こう、長い状態からトリガーストップを入れると短くなるっていうね、こういうタイプのものもあります。それぞれ好みで分かれるところかなっていうところですね。で、あとね、そういう持ち心地ボタンの押しやすさ以外にですね、注目してほしいポイントっていうのは2つあってですね、追加ボタン数がどれだけあるかっていうところです。特にですね、モンハンワイルズではですね、集中モードっていうモードが追加されてですね、この L2 ボタンを押しながら、右スティックでエイムを合わせて、で、攻撃をするっていうね、三角とか丸、四角とかね、この辺のボタンを押さなきゃいけないっていうことがかなりね、多くなりました。なので、このね、右スティックから親指を離さずにですね、この辺のボタンを押さなきゃいけないっていうので、いわゆるモンハン持ちっていうやつですね。こういうね、持ち方をするかですね、こういう持ち方はね、ちょっと慣れないよっていう方はね、どうしてもね、こう右スティックで操作ができなくなっちゃうので、こう、右スティックで M 合わせてパッとこう押すっていうね、こういう操作が必要になっちゃってね、ちょっとかなりね、不便になっちゃいます。そういうところをね、解消するためにですね、例えば、こう背面ボタンですね、がついているとかですね。あとね、変わり種ではですね、トップにボタンが追加されているコントローラーっていうのもあります。これはすごくね、攻撃ボタンをここに割り当てることでね、だいたい RT とかに攻撃ボタンが割り当てられてたりするのでですね、すごく直感的にね、ここで攻撃ができるっていうね、メリットがあります。モンハンワイルズに関してはですね、背面ボタンは、せいぜい2つぐらいあれば十分でですね、トップにボタンが2つついているのがとても理想的かなっていうふうに思います。はい。で、最後にですね、ジャイロの有無っていうのがあります。やっぱりね、ジャイロで、エイムを合わせるっていうのも有効な対策になりますね。右スティックから親指を離しても、ジャイロでこう、エイムを合わせてね、やればいいっていうことでね、ジャイロがあるっていうのも一つコントローラーのね、注目ポイントかなと思います。
ジャイロをね、どうしても使えないという方もいらっしゃるかなと思うんで、その場合はね、こういうトップにボタンがあったりするものを選んで、で、ジャイロ使えるよっていう方はね、全然ジャイロ機能があれば、それでね、十分かなっていうふうに思いますね。はい。で、以上ね、モンハンに向いてるコントローラーの選び方っていうポイントは、持ち心地、ボタンの押しやすさですね。追加ボタン数、あとはジャイロの有無の4つです。ということですね。で、気にする必要がなかった項目っていうのはね、遅延ですね、特に。FPS ゲームではね、結構遅延っていうのを気にする、ことが多かったっていうかね、実際にゲームプレイ上ね、遅延が大きいと問題になるパターンっていうのもあったんですが、モンハンワイルズに関してはですね、特にどの機種、ね、今回調べてきた旧機種でね、遅延が気になることっていうのは有線無線ともにありませんでした。もちろんね、遅延は少ないに越したことはないんですが、そこまでね、神経質になって気にすることはないのかなっていうのが、私のね、個人的な感想ではあります。はい、それで、モンハンワイルズのね、武器種ごとのゲームパッドの選び方っていうところもね、見ていきたいと思います。武器によってですね、やっぱり、どれぐらいね、追加ボタン数があった方がいいかっていうのは変わってきますね。またね、ジャイロが有効な武器種っていうのもありますし、そのあたりね、ちょっと見ていきたいと思います。通常ですね、ほとんどの武器種ではですね、追加ボタンなくてもいいぐらいな感じですね。片手剣、双剣、ハンマーとかですね、タッチあたりですか。まあ、タッチに関してはちょっと特殊でですね、R2 と同時押しボタンっていうのがあると便利だったりはするんですが、基本ね、まあ0か、まあ2個で背面左右あれば、背面にボタンあればね、結構便利になるかなっていうところですね。回避のバツボタンっていうのをね、背面左に割り当ててやったりとかですね、して、三角丸同時押しを背面右とかですね、これ逆でもいいんですけど、この辺りね、やるとちょっと便利になるっていうぐらいで、まあ実際はね、そこまで、追加ボタンっていうのは必要ないですよというところですね。で、追加ボタン数ね、2以上、できれば4ぐらいあった方がいいかなっていうのは、この、2つ目のね、項目にある通りの武器種になります。体剣とボウガンですね、あと弓っていうところですね。で、体験もそうなんですけど、この辺りの武器種になってくるとですね、ジャイロ機能があるとすごく役に立つかなっていうところですね。で、まあ例としてはね、こういう、ボタン割り当てをするといいかなっていうところで、まあ、例えば私がよく使っている弓なんかではですね、背面左は回避のバツ、背面右はですね、弓だと四角ですね。これが、シルベナヤをロードするっていうボタンになりますね。シルベナやエイムしながら当てなきゃいけないっていう技になっているので、こういう風にね、背面ボタンに割り当てるととても便利になります。またね、号車用にトップの右に丸ボタンを割り当てておくとかですね、やるとすごく便利になる弓が使えたりします。なので追加ボタンね、トップ2つと背面2つっていうのが結構弓にとっては、理想的だったりしますね。で、総中高に関してはですね、4以上ないときついかなって正直思います。かなりね、総中高の操作が、複雑になってますので、同時押しで、しかも長押ししながらですね、特に丸ボタンとかね、長押ししながら、他の三角ボタンを連打したりとかっていう操作が必要になってきたりします。しかもそれをね、エイムしながらやらなきゃいけないっていうところで、総中高に関してはね、これ、まあ追加ボタンもしくはジャイロですかね、こちらもね。で、プレイしていくのがすごくね、おすすめになっています。ただね、まあこういう風にね、追加ボタンって言ってきたんですが、あんまり追加ボタン多すぎてもね、ちょっとね、操作しきれないなっていうのがね、私の、感覚ではありました。例えば追加ボタン 6個あるとかね、そういうコントローラーの中にはあるんですが、じゃあその同時押しをね、いろんなところに割り当てまくってですね、例えばタッチのね、R2 と×とか三角とか丸とかのね、同時押しボタンを割り当てまくってプレイしたらどうなるかっていうとですね、もうどこのボタンを押せばいいのかわけわかんなくなるっていうことになります。まあもちろんね、それは、慣れればね、全然使いこなせるかなっていうところなんで、そのあたりはですね、ちょっと、まあ私の慣れ不足っていうかね、練習不足なところもあるのかなというところで、まあ追加ボタンはね、基本的にはあればね、別に、使いこなせなければね、使わなければいいだけなので、あるに越したことはないっていうところですね。
はい。そしたらですね、ここまでね、いろいろちょっと長くなりましたが、前置き解説してきたのでですね、ここからランキングを発表していきたいと思います。はい。まず9位が、Xbox ワイヤレスコントローラーです。Xbox シリーズ XS のね、コントローラー、純正コントローラーになってます。さすがにね、特に、追加ボタンもなく、トリガーストップとかもねついてない普通のアナログトリガーになっているんですが、価格がね6064円ということで、今回のランキングでご紹介するコントローラーの中では最安になってます。ちょっとねコントローラー全体的に値上がり傾向でですね、高くなってしまっているんですが、とりあえずねゲームプレイできたらいいよ、モンハン持ちしてね、プレイするよっていう方で、なるべくね安く PC のSteam 版のモンハンワイルズを楽しみたいっていう方には非常におすすめなコントローラーになっています。はい、続いて第8位がデュアルセンスですね。PlayStation 5の純正コントローラーです。こちらも、特にね、トリガーストップも追加ボタンもないんですが、なんといってもね、両方ともね、モンハン持ちができる。左側のね、十字キーもモンハン持ちできるっていうところで、これじゃないとね、ゲーム遊べないっていう方もかなり多いね、コントローラーですね。そういったね、方、もちろん PlayStation 5を持っていてですね、そのPC と PlayStation 5両方で遊びたいっていう方には非常におすすめのコントローラーですね。やっぱりアダプティブトリガーっていうね、トリガー部分の振動モーターがついているということもあってかですね、価格がちょっと高いなっていう風に感じるコントローラーになっています。モンハン持ちできるということでね、実質追加8ボタンみたいなもんなんで、しかもジャイロが使えるっていうことで、モンハンにはね、かなり向いているコントローラーだなってやっぱり思いますね。はい。で、続いて7位が Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ2ですね。背面4ボタン付きっていうことでですね、こちらの背面4ボタン、この配置が素晴らしいコントローラーになってます。スティックのね、重さ調節機能っていうこともね、かなり特徴的なコントローラーなんですが、これのおかげでね、ちょっとスティックの遊びが大きくてね、FPS ゲームでは使いづらかったんですが、モンハンにはね、結構使えるかなっていうところですね。ただね、2019年11月発売のコントローラーっていうこともあってですね、さすがにちょっとコスパが悪いかなっていうふうに思います。またね、初期不良に悩まされているような方もかなり大勢いらっしゃるのでですね、今からこのコントローラーをあえて購入するっていうのはちょっとね、あまりお勧めできないかなっていうところですね。Steam がね、このコントローラーに対応しているので、Steam 入力でね、同時押し設定っていうのもできるコントローラーなので、すでにお持ちの方でね、問題なく使えているこのコントローラーがあるよっていう方は、普通にこれでね、モンハン楽しんでいくのがね、いいのかなっていうふうに思うコントローラーです。はい、続いて6位がフライディッジのベイダー4 Pro になります。FPS でもね、使えるすごくいいコントローラーでね、人気があってですね、トリガーストップ機能もついているのでですね、こういうアナログトリガーからボタン式のね、マイクロスイッチボタン式のトリガーに変わるっていうのがね、すごく特徴的なコントローラーになってます。ただね、同時押し設定っていうのができないっていうのがかなりね、モンハンでは致命的かなっていうところと、追加ボタン数こそね、正面にこう CZ ボタンっていう2つがついていたりとかですね、背面にもね、4つのボタンがついているっていうことで、かなり多いんですが、このボタンはね、あんまり使えないですし、背面4ボタンもちょっとね、癖があってね、真ん中のボタン常に押せるわけじゃなくて、ちょっと、ね、指を移動して押さなきゃいけないっていうところでね、使い勝手はそこまで良くないかなっていうところですね。モンハンにはね、ちょっとね、向いてないっていうところでね、普段は結構上位に来るコントローラーなんですが、6位っていう風な位置にランクしました。はい、続いて5位がレイザーのウルヴァリン V3 ですね。プロとトーナメントエディションっていう2種類があって、プロが無線が使えて、トーナメントエディションが、ね、有線接続のみっていうね、コントローラーになってます。なんといってもですね、このコントローラーがモンハンに向いていると言えるのはですね、このトップのボタンがあるっていうことですね。この追加ボタンは非常に、扱いやすくてですね、背面4ボタンも非常に使いやすいです。このね、追加6ボタンっていうのはベーダー4プロと並んでね、本ランキング上最大の、追加ボタン数になっています。で、トリガーストップもね、しっかりとこう、アナログからボタン式のね、マイクロスイッチボタン式のトリガーストップになってますね。なんでね、こう、モンハンでもね、とても使い勝手がいいんですが、残念ながらですね、ジャイロ機能がついてなくてですね、また、同時押し設定っていうのもできないっていうところでですね、5位っていう風にランクしました。
はい、続いて4位が随機のエボトップですね。遅延の少なさっていうところがすごくいいコントローラーですね。で、設定ソフトとかもね、PC にインストールする必要がなくて、本体で完結するっていうのがすごくいい点かなっていうところです。ただね、モンハンワイルズでは遅延っていうのがね、そこまであまり問題になるケースっていうのがね、少ないっていうところと、同時押し設定ができないっていうところですね。この2点で4位にランクしました。背面4ボタンはね、すごくね、押しやすくてね、ちょっとね、誤爆しやすいっていうね、下側の背面ボタンがね、誤爆しやすいっていう問題点はあるんですが、トリガーストップもね、ストロークが変わるだけのタイプのトリガーストップっていうところで、ちょっとね、機能面でも物足りなさがあるかなっていうところですね。なので、FPS ゲームをやって、で、モンハンもやるよっていう方にはね、一つ選択肢としてありかなっていうところで4位にランクしました。はい、ここまでね、かなりね、駆け足でね、ちょっとランキングをね、9位から4位まで見てきたんですが、モンハンワイルズに向いてるなっていう風にね、本当に思ったコントローラーっていうのは、こっからのね、3台になります。はい、そんなね、まず3位のね、コントローラーがこちらです。はい、DualSense Edge ですね。価格こそね、31,561 円ということで結構なお値段をしちゃうんですが、Steam 入力で同時押し設定ができてね、背面ボタンに設定するとすごく使いやすくてですね、一応ここにね、ファンクションボタンっていうのもあって、非常にね、使いやすいです。ジャイロ機能も使えるので、モンハンでできることは大体できるかなっていうところですね。一応 Bluetooth 接続のみのね、無線機能にはなってるんですが、遅延も 6.5 ミリセカンドっていうかなり優秀な値で、そちらもね、問題なく使えるっていうところですね。ただ機能面ではね、ちょっとね、背面にボタンとこのファンクションボタンだけっていう割にはちょっと価格が高すぎるかなっていうところと、トリガーストップもね、ストロークが短くなるだけのタイプのトリガーストップっていう風になってます。またね、持ちやすさっていう面でもかなり大きめなコントローラーで重くて大きいっていうところですね。ただね、唯一無二と言っていいのがやっぱりこのね、両方モンハン持ちできるっていうね、このね、スティックの配置ですよね。これはもうね、これじゃなきゃ、モンハンはプレイしたくないという方も大勢いらっしゃるんじゃないかなと思う、コントローラーになってます。アダプティブトリガーっていう機能が一応はついていてですね、ゲーム内の状況に応じてね、トリガーの重さとか振動が変わったりするっていう機能がついているんですが、PC Steam 版ではね、オープンベータテストの時点では対応していなかったです。もし製品版で使えるならね、もっとね、この DualSense Edge にする理由っていうのが増えてくるんですが、モンハンライズではね、非対応だったので、ちょっとね、製品版でも対応するかどうかっていうのは怪しいところかなっていうふうに思います。はい、第2位のコントローラーは、こちらですね。はい、第2位はゲームサーのサイクロン2になります。上位の中ではですね、一番持ち心地がいいコンパクトなね、Xbox のコントローラーと同じようなサイズ感の形のね、コントローラーになってます。モンハンワイルズはね、背面これ2ボタンしかついてないんですけど、この背面2ボタンでもね、十分戦えるね、武器種がかなり多いですね。操縦根とかを使わなければ、これで十分戦っていけるかなっていうところですね。またね、スティックがホールエフェクトよりも性能がいい TMR っていうね、非接触式のセンサーになっているので、劣化によるね、ドリフト現象っていうのも抑えられて非常にいいですね。耐久性もかなり高いコントローラーになってて、完成度もすごく高いです。トリガーストップはね、しっかりとね、ボタン式のトリガーストップがついていてですね、普段はアナログトリガーとしても使えて、これをオンにするとボタン式、マイクロスイッチボタン式のトリガーストップになってます。ただね、LB、RB とかですね、背面ボタンはタクトスイッチのボタンになっていてですね、ちょっと押し心地が劣るかなっていうところがあります。同じ背面2ボタンのコントローラーならデュアルセンスエッジよりも今はこっちの方がコスパはね、全然優れてるかなっていうね、価格も安いのでですね、いいと思いますね。ただ FPS ではこのね、スティックのレスポンスカーブがかなり特徴的でね、かなり低感度なスティックになっているので、リニア化っていうことをやってあげる必要があるかなと思います。モンハンワイルズでもね、このリニア化設定やってあげると視点操作がスムーズにできるようになるので、ぜひね、ゲームサーコネクトっていう設定ソフトの方で設定していただくといいかなと思います。あとね、ジャイロ機能とかね、同時押しももちろんしっかりできます。設定ソフトの方でやってもいいですしね、ジャイロ機能はモンハンワイルズの中のね、設定でオンにしてあげてね、スイッチモードで PC に接続してあげるとすごくね、ジャイロもスムーズに使えるかなと思います。
このコントローラー本当にね PC で使ってもいいし、スイッチで使っても全然ねいいし、FPS ゲームもねバッチリ使っていけて、モンハンワイルズも使えるっていうところで非常にね優れたコントローラーだなと改めて思いました。はい、そして最後になります。ランキング1位に輝いたのはこちらのコントローラーですね。私ね、以前おすすめコントローラーのランキングっていうことでね、PC 向けのコントローラーのランキングでもね、こちら1位っていう風に紹介したんですがですね、個人的にはそこまでね、めちゃくちゃ思い入れのあるっていうか、なんていうんですかね、感情的に好きなコントローラーっていうわけじゃないんですが、いろんなスペックとかをね、総合して見ていくと、なぜかこいつが1位になるっていう、そういう不思議なコントローラーなんですね。というかね、それだけね、やっぱりしっかりとね、研究された素晴らしいね、コントローラーだということだと思います。ほぼ全てのボタンがね、まずマイクロスイッチです。背面ボタンも LB、RB とかもね、マイクロスイッチで、この辺のね、ホームボタンとかスタートセレクトボタンはタクトスイッチになっているぐらいですかね。十字キーとかもね、タクトスイッチですけど、他の部分はね、すべてマイクロスイッチっていうところでもうね、押し心地がとても良くて使い心地がいいです。で、しかもね、このコントローラー上位で唯一ね、トップに2ボタンこの2つがついてます。これがすごくいいです。やっぱりね、モンハンだとね、三角とか、丸ボタン、YB ですね。このあたりがね、攻撃ボタンになっていることが多くてですね、そのあたりのボタンをここに割り当てるとですね、RT とね、合わせてですね、こう、攻撃を上部でできるっていうことですごく直感的で分かりやすいんですよね。操作しやすいんで、やっぱトップにボタンがついてるっていうのはすごくね、モンハン向きだなと思いました。ブリッツ2の方はですね、無印の方はアルプス製の接触式スティックなんですが、レギュレーター機能っていうね、手動でね、微調整、中心位置を微調整する機能っていうのがついているので、ドリフトへの耐性っていうのが結構高めです。なので、割とね、こう接触式だから悪いっていうよりもね、スティックのレスポンスカーブが比較的素直なので、こっちの方がね、私は好きだったりします。はい、もう一台こちらね、スティックが TMR センサーのスティックになっているっていうね、さっきのゲームサーサイクロン2と同じ TMR っていうセンサーを使ったスティックもね、あります。こちらはね、耐久性がね、もうより優れているっていうところなんですが、スティックのレスポンスカーブがかなり癖が強くなっちゃっててね、あまりいいスティックだと私は思わないのでですね、個人的にはこっちの方がおすすめだったりします。ただこちらの2台どちらでもね、モンハンには、使っていけるコントローラーかなっていうんでね、モンハンだったらもしかしたらこっちの方がね、TMR の方がいいかもしれないですね。はい。注意点としてはですね、トリガーがアナログじゃなくて最初からボタン式しかありません、このコントローラーを。なので、レーシングゲームとかやるのはちょっと不便っていうかね、できないっていうところですね。で、持ち心地っていうところはね、サイクロン2にはちょっと劣ってしまうところがあります。こうしっかりと握るとですね、背面ボタンがちょっとね、押しづらいかなっていうね、感じがしますね。こう、なんて言うんですかね、ここのね、第二関節っていうか、第二関節あたりの節で押さなきゃいけなくなるっていうところがちょっとね、押し心地悪くてね、回避操作とかがね、ちょっともたつくことがあるっていうところですが、そこはね、全然慣れれば問題なくなる、些細なところかなっていうふうに思います。全体的にですね、やっぱりこのトップの2ボタンと背面2ボタンっていう組み合わせが素晴らしいっていうのと、マイクロスイッチのボタンで押し心地が良くて、もう最初からボタンになっててね、これモンハンはもう全然トリガーはボタンでね、モンハンは遊べるゲームなので、そのあたりもね、全然いいかなっていうところで、やっぱりね、バランスがすごくいいコントローラーだなって思いました。はい、ジャイロ機能を動作させるにはですね、ブリッツ2の場合は、ここのね、今これ緑色に光ってますが、これはね、Xbox モードなので、スイッチモードに切り替える必要があります。ここのね、ホームボタンと A ボタンを同時押し、で長押しします。はい、そしたらこのように赤色になってですね、スイッチモードで接続できました。そしたらゲーム画面の方に行ってですね、はい、オプションで、カメラですね。で、ジャイロによるカメラ操作をオンにします。一旦常時有効にしてみますね。そうすると、ジャイロでこのように操作することができます。一旦ですね、これで、ジャイロ機能のね、動作を見ていきたいと思います。はい、ブリッツ2はこんな感じですね。すごくね、キビキビと動くイメージ、印象があります。
あまりね、遅れとかも感じないですね。すごくスムーズな感じがします。ただちょっとね、深い操作っていうのが難しい感じがしますね。なんでこのあたりはね、設定でちょっと感度を下げてあげたりするといいのかなというところですね。今私15になっちゃってるんで、デフォルトの8まで下げてみたいと思います。はい、こうすると、いいですね。はい、すごくキビキビと動いて、ジャイロの追従性も結構いいかもしれないですね。はい、じゃあサイクロン2の方も見ていきたいと思います。はい、通常ね、サイクロン2は Xbox モードで接続されるのですが、このね、スタートとセレクトボタンを同時に長押しします。はい、するとこのように赤色に点滅してスイッチモードで接続できたので、これでね、ジャイロ機能が使えます。はい、同じように動かしてみたいと思います。はい、こちらもすごくね、スムーズに反応よく動いてくれますね。全く問題なく動いてくれる気がします。ブリッツ2と比べるとやや感度が低いかなっていう気がしますね。はい。そうですね。かなり精度はいいように思います。なんでね、ブリッツ2とかサイクロン2は非常にジャイロも優れているかなっていう気がしますね。レーダー4もテストしてみたいと思います。レーダー4に関してはちょっと遅れを感じるような気がしますね。なんかね、ちょっとね、こう、動きに対してやや遅れて画面が動くような感じがします。ただ、動きに関しては非常にスムーズでね、しっかり狙いをつかめていくことができるかなっていう感じがしますね。はい、最後にデュアルセンス H のジャイロ機能のテストもしてみたいと思います。はい、こちらも、さすがですね、ビタッと待って、細かい動きっていうのをね、ちょっとフィルターがかかってるような、そんなような、感じがちょっとしますね。はい。一番ちょっと独特な操作感っていうのは、意外とデュアルセンス H かもしれないですが、こっちの方がエイム狙いはしやすいっていう方もかなりいらっしゃるかもしれないですね。はい、ここまでコントローラーのランキングをね、見ていただきましたが、ここからね、ちょっとゲーム内設定について、見ていきたいと思います。オプションからですね、ちょっとね、確認しておいてほしいところっていうのが何点かあります。特にね、操作してみてですね、ちょっとカメラの速度が遅いなとかっていう時はね、この辺の値っていうのを変えていただきたいんですが、特に気をつけていただきたいのは、このカメラ機能の詳細設定っていうところですね。デッドゾーンの下限、上限っていうのが設定できたりとかですね、します。デッドゾーンの下限に関してはですね、これ今、現状こう、かなり1にするとほぼね、デッドゾーン0になってですね、スティックのね、ドリフトが結構気になったりする。私は2にしてますね。で、上下はね、20とかでね、最大に設定してもらったらいいんですが、反応曲線ですね。これ、もともとこういう風に、ちょっと緩やかなカーブを描くような設定になってます。私は Apex でね、リニアな感度っていうのに慣れてるので、1っていう風に設定してます。感性についてはね、あまり、変なね、動きをしてほしくないので、私は1にしてね、なるべく減らしています。このあたりね、実際モンハンこれまでやってきたときに、自分のね、操作感っていうのにね、一番合う、設定にね、修正していただけたらいいなっていうところですね。モンハンワイルズのね、カメラ設定については以上になります。はい。というわけでね、私もアルシュベルドをね、必死になって戦ってね、倒してたんですが、だいぶ慣れてね、結構ね、倒せるようにはなったんですが、タイムアタックとかね、全然できるようなうまさはなくてですね、これからね、製品版になってね、バンバンね、もっと上手くなっていけたらいいなっていうのとね、本当にね、2月28日の発売が、楽しみでしょうがないなっていうね、本当に、良いベータテストだったかなと思います。ベータテスト2回目もね、あるのでですね、もう今から買えばね、全然多分2回目のね、ベータテストにも間に合うと思うんで、ぜひね、今回おすすめしたコントローラーですね、見て
見て、チェックしてみてくださったらね、嬉しいです。今回のね、ご紹介したコントローラーに関しては全て概要欄にですね、モノルっていうサイトのリンクを貼っておきます。こちらね、モノルっていうサイト、私が管理人をやっていてですね、全部一人で作った、ウェブサービスになっているのでですね、いろんなね、コントローラーの情報ランキング形式とかでね、載せているので、ぜひ使ってみてくださったら嬉しいです。またですね、この動画が参考になったよっていう風に思ってくださったらですね、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。以上、モノルでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。